アップルのロゴは黄金比でできている。この話、嘘の部分と真実の部分があります。今日の動画ではその嘘と真実について、そして黄金比の上手な使い方について解説していきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。皆さんはアップルのロゴは完璧な黄金比でできているという話を聞いたことはありませんか？デザインに興味がある人でもない人でも一度は目にしたことがあると思うんですが、ネットで検索するとそれらしい分析図がたくさん出てくるんですよね。でもそれ間違った知識かもしれません。今日の動画では Apple ロゴにまつわる嘘と真実を解説していきたいと思います。黄金比って聞くとなんだか難しそうとか、数学みたいで嫌とか、センスがない自分には無理とか、そんな風に敬遠してしまっている人にこそ見てもらいたい動画です。この動画を見れば綺麗に黄金比で作成するコツもわかります。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しくわかりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。ではこちらの iPad を使ってネットでよく見る黄金比の図解を再現してみたいと思います。で、こちらが黄金比の円ですね。これそれぞれが1対 1.618 っていうそういうバランスになっているんですけれど、これの由来や深く知りたい方はこちらの過去の動画をご覧ください。で、こちらの円を Apple のロゴに重ねてみたいと思います。こんな感じで円がそれぞれマークに乗っかっていきます。はい、全部乗りました。スマホで iPad を撮ったものなので少々歪んでいるのもあって少しずれているかもしれませんけれども、そこはご容赦ください。問題はそういう細かいところじゃないんですよね。例えばこの左端見てください。左端のこの位置、ロゴの幅を決める重要なポイントなんですけれども、特に黄金比として考えられていませんよね。十黄比を決める大事なポイントだと思うんですけれども、どの円にも関わっていないっていうのでちょっと不可解だと思いませんか？ずれてる時点で黄金比だというにはちょっと無理があるような気がします。黄金螺旋はほぼ後付け。よくこの図解で使われているジョジョでおなじみの黄金螺旋があるんですけれども、実はロゴをガイドしていたりするわけではありません。よくよく見ると何の役に立っているのかもあんまりよくわかんないんですよね。これなんかそれっぽく見えるから後付けしたんじゃねっていう感じに見えませんか？そして決定的な事実、極めつけはデザイナー本人の証言です。初期デザインを手掛けたロブ・ジャノフ氏はほぼフリーハンドで書きました。こんな風にはっきり言っちゃってるんですよね。つまり最初から黄金比で作られていたわけではないんです。後に別のデザイン会社がより幾何学的な形に整えたという風に言われていますが、そこでも黄金比が使われたという証拠は存在しません。もうデザイナー本人がそう言っちゃってるんで、この辺のやつは基本的にこじつけかなという風に思っています。これが Apple ロゴにまつわる嘘です。じゃあ黄金比はインチキなのかと言ったら、それはまた別の解釈が必要かなという風に思っています。ロブ・ジャノフ氏のような一流のデザイナーは感覚だけで美しいバランスを作ることができます。その結果黄金比に近づいたという解釈はどうでしょうか？実際そういうバランスで出来上がってるっていうところだけは本当だと思います。つまり今回紹介するような黄金比で作成する仕組みを学んで仕組みを使うと、一流デザイナーのような美しいバランスを再現しやすくなるという効果があるはずです。だからむしろ初心者の人こそ黄金比のような仕組みを使うべきなんです。ではここから形を整える強力なツールとして使いこなす方法を紹介していきます。ではロブ・ジャノフ氏もフリーハンドで言ったってことで、私もフリーハンドの手書きで言ってみたいと思います。
リンゴを描くとちょっと触りがあると悪いんで、少しずらして用なしでいきたいと思います。手書き久しぶりで、目の前にペンタブあるんですけれども、ここはあえて手書きでいきたいと思います。手書きの方がね、いろんな方がペンタブ持ってないよっていう方も再現しやすいと思いますんで、やっていきたいと思うんですが、こんな感じかな。ある程度形ができたらパソコンに取り込んで、それを黄金比で清書していきたいと思います。スマホで写真を撮ったのがこちらです。でかい。スマホで写真を撮ったのがこちらです。スキャナーじゃなくてもこういった形で大丈夫です。これは不透明度で少し下げて、半透明でうっすら表示するぐらいにしておきます。で、これでオブジェクトのロックで触れなくしますと。で、この後清書していくわけなんですが、ここで大事なのが黄金比の丸です。さっき検証で使ったやつですね。ちょっと見やすいようにこっち行きますけど、こんな感じの丸が必要です。正方形があって、でそこに同じ高さと幅の丸があるっていう状態です。で、最初にまず普通に丸を1つ書きまして、黄金比1対 1.618 なんで、これを 1.618 倍したのがこの2になります。コピーをしまして、こっちをクリック。プロパティのこの W と H のどちらでもいいんですが、最後のところにリンクされた状態でかける 1.618 と入力すると、これがこの丸の最初に書いた丸の 1.618 倍になります。で、さらにこれをかける 1.618 とやると3の丸が出来上がりまして、これ今丸だけでやってますけれど、分かりやすいのはやはりちょっと四角があった方が分かりやすいかもしれないです。かける 1.618 という風に、作成していくと、こちらの丸が出来上がっていきます。これは分かりやすく今数値を振ってありますけれども、必須ではありません。こんな風にしていくと、黄金比が完成していきます。四角はいらないんで消してしまいます。こんな風にしていくと先ほどの黄金比が出来上がっていきます。で、これを使って清書をしていきたいと思います。ちょっと分かりやすく色変えようかな。はい、じゃあ一旦黒にします。で、こちらでやっていきたいと思います。まずはざっくり大きさを合わせます。そうですね、8番の大きさがだいたいこの用なしの下の部分になるといいかなと思うんで、そこを大きさ整えていきたいと思います。一番大きい13に合わせてもいいんですけれども、もっと大きなカーブが欲しい時もあったりするんで、ここは一回様子見で8番ぐらいを使っていきたいと思います。で、続いてこちらですね、上の部分、これは5番にしましょうかね。分かりやすいようにちょっとガイドも出しておきたいと思います。コントロールまたはコマンド R でガイドを出して、真ん中の中心の部分を分かりやすくガイドにしておきたいと思います。で、あと葉っぱの部分ですね。葉っぱの部分を5番で清書していきます。ざっくりですね、ここの部分は。少しはみ出てても大丈夫です。で、一番難しいのがこことここをつなぐ線なんですけれども、8番でいきたいと思うんですが、8番、これこうやってくっつけたとしてですね、でその後下に移動させると今度こっちがちょっと離れてしまうみたいなで、なんか行ったり来たりして全然終わんないっていうことがよくあるんですけれども、ここはですね、回転ツール、これを使うとこの回転する軸を決めることができます。一回クリックした状態でそのまま回転させていくと軸がずれないで、この丸を使いながらうまく合わせていくことができますと。で、細かい重なりに関してはコントロールまたはコマンド Y と押してもらうとパスのシンプルな表示にすることができますんで、これで重なっていることを確認しながら形を整えていくと良いかと思います。で、これ一回反転させます。
リフレクトツールでガイドのところでオルトまたはオプションを押しながらクリックをすると反転コピーと。でここまでできたら一回形にしてみたいと思います。全体選んでシェイプ形成ツールですね。シェイプ形成ツールでどんな形になってるのかを一回確認したいと思います。今こんな感じですね。ちょっとここ今選択漏れましたけれども、まあ割と悪くないかな。こっちに関してもこれもコピー取っておこう。じゃあこんな感じで形を切り出していきたいと思います。シェイプ形成ツールで必要なところをクリックして合体させたり切り分けていったりって感じですね。線をアウトライン化してありますので、ちょっとなんかこういうところが残ったりしやすいのですが、その辺をちょっと注意しながら形にしていきますと、いらないところは消しつつ、私今ここがうまく重なってなくてしっかりと合体することができないんですけれども、ほんの少しだけ修正して重なりを作ってですね、合体させていきたいと思います。超拡大して精密レベルにやってですねいきたいと思います。こんな感じで成形されていきましたと。ちょっとこの辺にねごちゃごちゃした部分が必ずできると思うんですが、オブジェクトのパスのスムーズで整理してしまえば綺麗にいくんじゃないかなというふうに思います。で、あとこの枝の部分ですね。枝の部分はペンツールなどで描いていくのが良いかと思います。なんて言うんでしょう、必ずしも黄金比だけじゃなくても良いと思うんですよね。ちょっと人間らしさもこの辺に感じられたりしていいぐらいのバランスを目指しているわけなんですが、あとは種とかをつけてちょっとキャラクターっぽさ感じられていい感じのロゴになったんじゃないかなというふうに思います。で、こんな感じで出来上がったらバリエーションを作成していきたいと思います。こんな感じですかね。こんな感じで3タイプ並んでて結構可愛らしい感じに見えるんじゃないかなというふうに思います。で、なんならこの葉っぱを使って少し明るい色にしてこの葉っぱを散らしてみたいと思います。背景のオブジェクトとこの葉っぱを選んで、私作ったこのランダム配置スクリプトめっちゃ便利なんですけれども、ランダムに配置したいものを選んで密度を設定してあげる。60ぐらいにしてみようかな。で OK ってやると60個の図形配置しましたってことで、ランダムな配置が1回で出来上がるっていうものになります。もうちょっと薄くてもよかったかな。こんな感じかな。こんな感じでもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで黄金比のまとめです。ということで黄金比で作った洋梨ロゴの完成です。Apple のロゴも親しみが感じられるように作ったって言ってましたけれども、この洋梨のロゴも親しみが感じられるように出来上がったんじゃないかなというふうに思います。ということで Apple ロゴの嘘と真実でした。実際デザイナーのロブ・ジャノフ氏もほぼフリーハンドで描いたと言ってますんで、最初から黄金比で計算されて作ったものではないということになります。ただ規則に沿って清書された形は人が見て美しく感じる、これも一つの真実です。特にプロのデザイナーなど一流の人たちが作ったものに関しては黄金比で説明がつくような場合も実際に存在します。なのでバランスが難しいと感じている初心者こそ今回の動画のように整えてみるとうまくいくはずです。ぜひ今回の動画を見ながら自分のデザインを整えていってみてください。といってももっと基礎から教えてほしいとか、実際にもっとロゴを作成しているところを見てみたいっていう方は私の有料講座もおすすめです。イラストレーターの基本からロゴデザインの作成風景まで全てを公開しています。気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上となります。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。
ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。